いや、どうもどうも。週末、ゆっくり YouTube でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、ニュースとか見てると国際関係の話で国家安全保障協定がどうのこうのなんて言葉を耳にすることがあってさ。なんだか物々しい響きで、俺たちの生活には遠い話かなって思うかもしれないけど、実はこれ結構大事な話なんだぜ。国家安全保障協定って一体何なんだ？まず、国家安全保障協定って聞くとなんか難しそうだよな。これはね、簡単に言っちゃうと、国と国がお互いの安全を守るために結ぶ特別な約束のことなんだよ。安全ってのは、戦争とか武力攻撃から国を守るとか、サイバー攻撃みたいな新しい脅威から守るとか、あとは災害が起きた時に助け合うとか、いろいろな意味があるんだ。考えてみてくれよ。俺たちだって、もし何かあった時のために、家族とか近所の人たちと困った時はお互い様だから助けようなって約束するだろう。あるいは、会社で言えば、取引先と何かあったら協力し合ってお互いのビジネスを守ろうって契約を結ぶのと似てるかもしれねえな。あれの国と国バージョンだと思ってもらえればいい。なんでそんな協定が必要なんだ？自分の国は自分で守るのが当たり前だろうって思うかもしれねえけど、実はそう単純でもねえんだな。今の世の中っていろいろな国があるだろう。中にはあんまり仲良くない国とか軍事力が強い国なんかもいる。もし自分の国だけじゃ守りきれないような大きな脅威が迫ってきた時、一人で立ち向かうのは大変だろ。そんな時にこの国家安全保障協定が生きてくるんだ。例えば、もしどっちかの国が他から攻撃されたらもう片方の国が助けに行くぞって約束したりするんだよ。そうすると攻撃しようとしてる国も、あそこを攻撃するとあの国も出てくるのか。やめとこうかなって思いとどまるかもしれないけど、これを抑止力って言うんだな。あとは災害が起きた時に、お互いの国の軍隊が協力して救援活動に当たったり、情報交換をしたり、なんて約束も含まれることがあるんだ。俺たちの生活にどう響くんだ？そんな話、俺の生活に関係あんのって思うかもしれないけど、意外と身近なところにも影響があるんだぜ。一国の安全、ひいては、俺たちの安心感。例えば、日本がアメリカと結んでる日米安全保障条約ってのがあるだろう。あれもまさに国家安全保障協定の一つだ。もしもの時にアメリカが助けてくれるって約束があるから、俺たちはある程度の安心感を持って生活できてるって側面もあるんだよ。経済への影響、国同士の関係が安定してるってことは、ビジネスをする上でも安心できるってことだ。企業が海外と貿易したり、投資したりするときにも、その国の安全が確保されてるかどうかって結構大事な要素なんだよな。3、防衛費や税金、国を守るためにはもちろん自衛隊の活動も大事だ。でも協定を結ぶことで特定の国の軍事力に頼れる部分も出てくる。そのバランスをどう取るかによって国の防衛費の使い道やひいては俺たちの税金にも関わってくる話なんだ。もちろん協定を結ぶことで相手の国の都合に巻き込まれるんじゃないかとかいろいろな議論も出てくるんだけどさ。国同士が助け合う約束をするってのは世界が不安定な時代だからこそ余計に注目されるってわけなんだ。まとめ。そんなわけで国家安全保障協定ってのは国と国がお互いの安全を守るために結ぶ特別な協力の約束ってことだな。もしもの時に助け合ったり、お互いの国を守る力を高めたりするのが主な目的だ。もし YouTube 見てて国際ニュースなんかでこの言葉を耳にしたら、あれは日本が他の国と安全を守るために約束してる話か、くらいに思っておくと世界情勢がちょっと面白く見えてくるかもしれないよ。まさか国同士がそんな約束をしてるなんて面白い話だよな。